こんにちは、音沢です。ポップ音楽理論第2章響き編。今回はモードを攻略します。特に境界線法について話します。この動画は前回の動画の続きとなっています。また、モードという言葉は分野ごとに使われ方が異なりますが、この動画では単にスケールの一種として捉えることにします。メジャースケールを第6音から始めるとマイナースケールになります。ということは、他の音から始めれば別のスケールが生まれます。それがこちらです。全部で7種類のスケールができます。メジャースケールを並び替えてできたものを境界線法またはチャーチモードと言います。上からイオニアン、ドリアン、フリジアン、リディアン、ミクソリディアン、エオリアン、ロクリアンという名前です。1番目と6番目のモードは分かりやすいようにメジャースケールとマイナースケールと呼ぶことにします。次にモードのキャラクターについて見ていきます。チャーチモードはメジャー系とマイナー系に分けることができます。メジャー系はメジャースケールとリディアンとミクソリディアンです。共通点は主音と第3音の音程が長3度であるという点です。明るめの響きに聞こえやすいモードです。マイナー系の共通点はその音程が長3度ではなく単3度であるという点です。これらのモードを前回と同じく3つの方法でグループ分けします。7種類のモードの違いは音程の順序です。音程の順序が同じモードでグループ分けすると、例えばメジャースケールとドリアンは別グループになります。音程の順序が同じスケールでは、完全5度上のスケールはシャープが1個増えました。これは7種類のモードでも同じことが言えます。これはチャーチモードを表した5度鍵です。サムネにはスーパー5度鍵と書きました。メジャースケールは一番外側の層にいます。マイナースケールは6層目にいます。つまり普通の5度鍵も内蔵しています。法則は全く同じです。右回りならシャープ1個増える。左回りならフラット1個増えます。補足ですが、この5度鍵は別の使い方があって、モードの構成音を知りたいときに便利です。例えば G ドリアンが知りたいなら2層目を見ます。G を発見しました。同じ部屋を見ると F、G、A、B フラット C、D、E がいます。これらが構成音です。G ドリアンは G から始まるドリアンなので、ソ、ラ、シフラット、ドレミファだということが分かりました。スーパー5度鍵の使い方を話しました。次のグループ分けに行きます。音のメンバーが同じである C メジャーキーと A マイナーキーは平行調もしくはレラティブキーと言います。同じように音のメンバーが同じモードはレラティブモードと言います。平行モードと訳しても良さそうですが、この動画では同音モードと呼ぶことにします。C メジャースケールの同音モードは D ドリアン、E フリジアン、F リディアン、G ミクソリディアン、A マイナー、B ロクリアンです。音のメンバーが同じペアは同じ部屋にいました。それはモードでも同じです。同じ部屋にいるモードは調合も同じです。同音モードの法則をまとめます。メジャースケールを第丸音から始めると表のモードになります。さらに特定のモードの導き方を説明したいと思います。例えば G ドリアンが知りたいとき、まずドリアンはメジャースケールの第2音から始まるモードだということを思い出してください。次にソを第2音に持つメジャースケールを探します。ソの長2度下の音はファです。なので F メジャースケールだとわかります。F メジャースケールと G ドリアンの関係は同音モードです。調合はフラット1つです。5度鍵で確認しても同じ部屋にいます。G ドリアンは F メジャースケールを第2音から始めたモードなので、ソ、ラ、シフラット、ドレミファソということが分かりました。メジャースケールを基準にするとモードも整理して覚えられます。
最後に子音を揃えてみます。これが子音が同じモードです。パラレルモードと言います。ここでは同種モードと呼ぶことにします。子音が同じメジャースケールとマイナースケールの法則は、メジャースケールの第3音、第6音、第7音を半音下げるとマイナースケールになるでした。それに対して同種モードの法則はこんな感じです。情報量が増えただけなので覚えにくいです。もう少し整理したいです。まず明るめなメジャー系はメジャースケールとリディアンとミクソリディアンということを覚えます。メジャースケールとリディアンとミクソリディアンです。そして今度はモードたちを調合の順番で並ばせます。この並びのイメージですが、ドットを想像してみてください。同じ個数のドットでもより詰まっている方が暗い色に見えると思います。それと同じようにモードも子音との音程が広いほど開放的で明るめな雰囲気になり、狭くなっていくほど閉塞感のある暗めな雰囲気になっていくというイメージです。動詞モードの法則はこのように表しました。5度圏で確認します。まず C メジャースケールの3つ進んだところに C マイナースケールがいます。つまりフラットが3つ増えます。C ロクリアンは5個進んだところにいます。フラットが5個増えます。動詞モードは以上です。この動画も以上です。スーパー5度圏を使ってみてください。次回はコードをやります。ご質問はコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。